17世紀の英国は政治的な混乱と内戦の時期でした。政教と革命が起こり、王政が崩壊し、最終的にチャールズ一世が処刑されるという極端な事件が発生しました。この混乱の中で、哲学者トマス・ホップズは人間の本性と社会秩序の本質について深く考察することになりました。彼の思想は、この激動の時代を背景として形成されました。人間が本能的に追求する安全と秩序、そしてそれがどうやって可能になるのかを扱った代表作リヴァイアサンに集約されています。この書は単なる政治理論書を超えて、現代政治哲学の基礎を築いたテキストとして評価されています。今日まで国家の正当性と権力の必要性に関する議論において革新的な位置を占めています。ホップズは人間が自然状態でどう生きるかを仮定することで、強力な国家の存在理由を論理的に証明しようとしました。彼の主張は徹底的に合理的であり、機械論的な世界観に基づいています。人間を理性的な存在であり、同時に本能的に自己保存を追求する存在として定義します。ホップズが語る自然状態とは、万人の万人に対する戦争が支配する状況です。この状態では法がなく、権威もありません。個人の生命と財産はいつでも他の者によって侵害される可能性があります。したがって人間は持続的な不安と恐怖の中で生きることになります。人生は孤独で貧しく、汚く、野蛮で短いという有名な表現でまとめられます。このような状況において人間は理性的に判断し、自己保存のために最も効果的な手段を模索します。その結果として登場するのが社会契約です。個人たちは互いに合意して自らの自然な自由を放棄します。そしてその権限を一つの支配的な権力に移譲することで平和と安全を確保しようとします。この権力がホップズがリヴァイアサンと呼ぶ人工的な存在、国家です。リヴァイアサンは旧約聖書に登場する怪物の名前から借用したもので、絶対的な力と威厳を象徴します。国家が持つ権威は、神ではなく人間の合意から生じます。しかし、その権力はほとんど絶対的であると、ホップズは主張します。なぜなら、国家が弱くなったり分裂すると、自然状態に戻るからという論理です。このような思考は、当時の宗教的権威と王権真珠説に正面から挑戦するものでありました。ホップズは国家の権威が天から降りてくるものではなく、人間たちが合意を通じて自ら作り出したものだと主張することで、政治的権力の起源を人間の本性と合理性に基づく社会契約に還元しました。これは近代政治思想において革命的な転換点でした。その後、ロックやルソーなどに至る社会契約理論の発展に深い影響を与えました。しかし、ホップズの理論は民主主義的な要素よりも絶対君主制に近い形態を支持する点で論争の対象にもなりました。彼は契約の一方的な破棄、つまり国家が保護義務を果たさないにもかかわらず、国民が反乱を起こすことは正当ではないと考えました。なぜなら国家が崩壊すると、再び自然状態になり、その結果はより大きな混乱と殺戮につながるからというのです。このように、ホップズの思想は、安全と秩序を最高の価値としておきます。その実現のために、強力な中央権力を必要条件として提示します。ホップズの社会契約理論は、単なる権力の異常ではなく、人類が文明を維持するための必須条件としての国家概念を確立します。彼は、人間が本能的に追求するものは快楽と苦痛を避けたいという欲望であり、その中心には自己保存という根本的な動機があると考えました。自然状態ではすべての人が平等に力と知能を持っています。この平等性によって競争と不信が進化すると分析します。誰も他人を完全に圧倒できず、誰も安全だと確信できないため、人間は絶えず防御と攻撃を悩みます。最終的に戦争状態に陥ります。この戦争は実際の戦闘が常に起こる状態ではなく、戦闘の意思が持続的に存在する状態を意味します。つまり、平和が存在しない状態、
協約が守られない状況自体が戦争だと定義します。このような解釈は単なる無政府状態を超えて人間社会がどうやって組織されなければならないかを説明する哲学的基礎を提供します。この前提の上でホップズは自然法という概念を導入します。自然法は神ではなく理性が提示する原則です。人間が平和を得るために従うべき規則です。彼は総計19の自然法を提示しますが、その核心は平和を追求し、これをために努力するという第一自然法です。これを実現するために人間は相互に平和のための条件を合意します。その結果として社会契約が締結されます。しかし、契約自体だけでは十分ではありません。なぜなら人間は利益が生じるといつでも契約を違反する誘因を持つからです。したがって、契約を履行させるための第三者の力が必要です。それが国家の権力です。国家が存在しないと、契約は紙上の文字に過ぎません。実際には何の力も発揮できません。この点において、ホップズは法と権威の関係を明確に区別します。法は権威なしで存在できません。権威は強力な力を基盤として、法が尊重されるべきだと見ます。ホップズの国家概念は人工的な人間、または偉大なリヴァイアさんとして比喩されます。国家の頭は主権者であり、法律は官庁と司法を通じて働く関節であり、財政は国家の血液に似ています。この有機的な比喩は、国家が人間の合意を通じて作られた複雑なシステムであることを強調します。主権者は個人ではありません。必ず絶対君主である必要はありません。ホップズは主権者が個人かもしれないし、集団かもしれないと言いました。重要なことは、主権者が単一で明確な権限を持つべきという点です。分散されたり分裂した権力は、最終的に内戦と無政府状態に戻ると、彼の主張です。これは当時の英国で経験した長期の内戦と政治的分裂を反映した現実的な洞察でもあります。彼はフランスの革命以前にも、権力の集中が社会安定の核心であると主張しました。これは広大の国家論に大きな影響を与えました。ホップズの思想は単に時代的課題に対する反応を超えて人間の本性に対する根本的な質問を投げかけます。彼は楽観的な人間観を拒否し、人間を利己的で競争的であり、権力に対する欲望を絶えず追求する存在として見ます。この欲望は生存を超えて、未来に対する不安を解消するための支配と制御の追求につながります。したがって、人間はただ空腹と苦痛を避けるだけでなく、他の人よりも優れているという感覚を得たいとします。これは社会的葛藤の根源となります。このような分析は、広大の現実主義国際関係理論、特にハンス、モルトケやゲオルク、ジンメルの権力理論に影響を与えました。人間社会の葛藤構造を説明するのに、依然として有効な枠組みを提供します。また、ホップズは宗教と政治の関係についても、鋭い批判を提示します。彼は教会が世俗権力の上に君臨しようとする試みを強く警戒します。宗教的紛争がどれほど致命的な社会的混乱を引き起こすかを指摘します。リヴァイアさんの後半部は、聖書解釈に関する章で構成されています。これは単なる神学的議論ではなく、国家が宗教的権威を制御しないと、社会が分裂するかもしれないという警告のメッセージを含んでいます。彼は聖書の解釈権限が主権者に帰属すべきだと主張します。宗教的信念が個人の自由な領域であるが、それが公共秩序を脅かしてはならないと考えます。これは宗教改革以後、ヨーロッパ全域で発生した宗教戦争を反映した現実的な提案でした。ホップズの立場は、宗教的多元性を抑圧するものとして批判されることもあります。しかし同時に、宗教が政治に介入することで生じる破極的な結果を防ぐための方策でもありました。現代社会でも、ホップズの思想は様々な文脈で再解釈されています。例えば、戦争中の国家や無政府状態に陥った地域での人道的危機、サイバー空間での法の空白、国際社会の無政府的構造など、
すべてホップズが予見した自然状態の現代的な変形と見ることができます。国家が弱化したソマリアやシリアのような地域で起こる暴力と混乱は、人生が孤独で、貧しく、汚く、野蛮で、短いというホップズの描写と驚くほど一致します。また、グローバル化時代に国家間の葛藤が統合された権力機構なしでどう制御できるかという質問は、ホップズの社会契約理論を国際次元に拡張する議論につながっています。一部の学者は、国連や国際司法裁判所のような機構が世界リヴァイアさんの初期形態かもしれないと主張します。しかし、これらの機構が強制力を持っていない点で、真の世界国家の実現は依然として理論的課題として残っています。ホップズの理論はまた、法と道徳の関係について深い洞察を提供します。彼は自然状態では道徳が存在しないと考えます。善と悪の基準が個人の生存の可否によって決定されます。つまり、自然状態では不正という概念自体が成立しないのです。道徳は、ただ社会契約が締結され、国家が法を制定した後に、ようやく存在します。法がある前には、個人の行動について正しいか間違いかを判断できません。すべては力の論理で決定されます。これは現代法哲学において法実証主義と連結する思考です。法と道徳を分けて考える伝統の始まりと考えられます。ホップズは国家が制定した法が正義の基準になり、その法を破ることは不正だと主張します。これは今日の憲法と刑法体系が国家権力によって制定され施行されるという現実とも合致します。また、ホップズは個人の自由についても独特な定義を下します。彼にとって自由とは無制限の選択ではなく、法が及ばない領域での行動可能性を意味します。国家が禁止しないことなら誰でもできます。その範囲内で個人は自由です。これは現代自由主義でいう否定的自由の概念と非常に似ています。しかし、ホップズの自由は国家存在前提の下でだけ意味があります。国家がないと自由もないという逆説的な主張が含まれています。つまり、真の自由は強力な国家の中でだけ保障されるということです。これは、自由のために権力を移譲するという逆説的な論理を形成します。個人と国家の関係を新しく照らします。自由と権威は本質的に対立するものではなく、互いを可能にする条件ということです。結局、ホップズのリヴァイアさんは人間の理性と恐怖、そして協力の可能性に基づく国家の必然性を説得力あるように説明します。彼は楽観的な理想を提示するよりも、現実的な危険を直視し、そのための防御手段として国家を擁護します。今日私たちは民主主義と人権、個人の自由を強調しますが、そのすべてが強力で安定した国家機構なしでは維持できないという点で、ホップズの思想は依然として有効です。国家が過度に強力になる場合の暴政可能性は、ロックとミル以降に警告されました。しかし、ホップズが提起した秩序の不在が招く惨状という根本的な質問は、決して消えません。人間が共同体として生きるためには、ある程度の権力集中と服従が不可避であるという認識は、現代政治の最も深い規定に位置しています。トマス・ホップズのリヴァイアさんは、近代政治哲学の礎石とされる作品であり、人間の本性と社会秩序の成り立ちについて根本的な問いを投げかけます。17世紀の英国において、内戦と混乱が社会を覆っていた時代に書かれたこの著作は、なぜ国家という権威が必要なのか、そして人々が自らの自由を放棄してまで服従する正当性はどこにあるのか、という問題を徹底的に考察しています。ホップズの出発点は自然状態と呼ばれる仮想的な社会以前の状況です。そこでは人間は生まれながらにして平等な能力を持ち、自己保存の欲求と物質的富や名誉への欲求に駆られています。この自然状態においては、法も権威も存在せず、個人は各自の判断で生き残りを図ります。結果として、万人が万人に対して敵対するすべてのものによるすべてのものへの戦い、いわゆるベルム、オムニウム、コントラ、オムネスの状態が生じます。この状態では農業も産業も文化も成立せず、人生は孤独で貧しく、汚く、
野蛮で短いものとなります。ホップズにとって自然状態は歴史的な事実というよりも人間社会の本質を理解するための理論的装置です。彼は人々が互いに信頼できず、協力が不可能な状況下では、いかなる集団的繁栄も成り立たないことを強調します。たとえ一人の人間が他のすべての人を抑圧しようとも、その支配は常に反発や陰謀によって脅かされます。暴力や欺瞞を通じて得られた一時的な安全は、持続可能な秩序とは言えません。したがって、人間は理性を通じて、この破局的な状態から抜け出す方法を模索します。その解決策として、ホップズが提示するのは社会契約です。すべての個人が自らの自然権、つまり自分を守るために何でもする権利を放棄し、それを第三者に委ねることで、共通の力としての国家を創出します。この国家こそが、リヴァイアさんの名のもとに象徴される、人為的に作られた巨大な人間であり、人々の安全と秩序を保障する唯一の存在となります。この社会契約の成立は、個々人の自発的な同意によってなされます。ホップズは、契約の当事者が互いに約束を交わすだけでなく、その約束の履行を保障するために、第三者、すなわち主権者に権限を与える必要があると論じます。この主権者は個人ではなく、国家そのものとして機能します。君主制であろうと、貴族制であろうと、民主制であろうと、主権は統一され、絶対的でなければなりません。なぜなら、分裂した権威は再び自然状態へと逆戻りする危険をはらんでいるからです。主権者は契約の当事者ではなく、その外に立つ存在です。ですから、人々は主権者に反抗する権利を持たないのです。たとえ主権者が暴政を敷いたとしても、それが自然状態よりはマシだと判断される限り、服従が続くべきだとホップズは主張します。この点において、ホップズの理論は自由主義的な社会契約論、例えばロックやルソーの後継思想とは一線を画しています。ホップズの主権者像は伝統的な親権政治とは異なり、人為的かつ合理的な契約の産物です。彼がリヴァイアさんという聖書由来の名前を国家に与えたのは、その巨大な力を象徴し、人々に畏怖と服従を促す意図がありました。呼ぶ記に登場するリヴァイアさんは、海を支配する怪物として描かれ、人間の力では制御できない存在とされています。ホップズはこれを転用し、人間が自らの理性によって創造したにもかかわらず、個人をはるかに超える力を有する国家という存在を表現しました。この国家は、個人の衝動や利害の衝突を抑え、共通の平和を実現するための唯一の手段として機能します。社会契約の本質は、自由の放棄ではなく、より確実な自由の実現にあるのです。つまり、自然状態下での何でもできる自由は、実際には常に他者に脅かされる不安定な自由に過ぎません。それに対して、主権者の下での自由は、法律によって保障された範囲内での安全な自由となります。ホップズは、主権者の権限が広範であることを明確に述べます。主権者は法律の制定、裁判の執行、戦争と平和の決定、教育の内容の管理、さらには思想や心情の統制まで行うことができるとします。彼によれば、宗教的信念や哲学的意見が社会の分裂を招く危険性があるため、主権者は公の教えとして何が真実であるかを決定する権限を持つべきです。これは現代の視点からは言論抑圧や思想統制に見えるかもしれませんが、ホップズにとっては国家の統一を脅かすあらゆる要素を排除することが平和維持のための不可避な措置でした。彼の時代、カトリック教会とプロテスタント諸派の対立が内戦の火種となった英国の状況を踏まえれば、この主張は単なる独裁思想ではなく、現実の混乱を避けるための緊急策として理解できます。また、ホップズは臣民の義務についても明確に規定します。臣民は主権者の命令に従わなければなりませんが、それは自己保存の権利が侵害される場合を除きます。例えば、主権者が臣民に自殺を命じたり、自らを殺せと強要した場合、その命令に服従する義務はありません。同様に、罪のない者を罰するように命じられても、それに協力する必要はありません。つまり、自己保存は自然権の中でも最も基本的なものであり、
これを放棄することは契約の目的に反します。しかし、主権者の判断が誤っているからといって、個人が勝手に反逆する権利は認められません。なぜなら、それが新たな暴力の連鎖を生み、再び自然状態に逆戻りする恐れがあるからです。このように、ホップズの理論は、秩序と安全を最優先する極めてリアリスティックな政治哲学として、後の国家論に大きな影響を与えることになります。社会契約という概念は、ホップズ以前にも古代ギリシャや中世の思想家たちによって言及されてきましたが、ホップズはそれを初めて体系的な理論として構築しました。彼の契約論は、神の意志や伝統的な階級秩序に根ざすのではなく、人間の理性と利害計算に基づいている点で革新的でした。自然状態から社会契約へ、そして国家の誕生に至るまでの論理は、人間の恐れ、特に他者による暴力的死への恐怖によって駆動されています。この恐れがなければ、人々は自発的に自由を制限しようとはしないのです。ホップズは、人間の動機として欲求と嫌悪の二つを挙げ、その中でも死への嫌悪が最も強力な動機であると論じます。国家の成立は、この根源的な恐怖を回避するための合理的な選択なのであります。この理論は、当時の宗教的、政治的権威に挑戦する側面も持っていました。王権真珠説や教会の権威が絶対視されていた時代に、ホップズは国家の正当性が神ではなく、人々の合意にあると主張しました。これは、権力の源泉を天から地上へ、神から人間へと移す画期的な展開でした。しかし同時に、彼の理論は民主主義を支持するものではありません。主権者の絶対性を強調するがゆえに、権力の分立や議会制民主主義とは相容れません。むしろ、強い中央集権国家の必要性を説くことで、その後の専制主義や権威主義の理論に利用される側面もありました。実際、リヴァイアさんは出版直後、王党派にも共和派にも批判されました。王党派は王権の神聖性を損なうと非難し、共和派は絶対主義を助長すると警戒しました。しかし、ホップズの真の貢献は、政治の正当性を人間の経験と理性に基づいて再定義した点にあるのです。彼は、国家は自然発生的な存在ではなく、人間が自らの存続を図るために創造した制度であると明言します。この考え方は、その後のジョン・ロックやルソー、カントに至る近代政治思想の出発点となります。特にロックは、主権者の暴政に対して抵抗権があると主張し、ホップズの絶対主義を修正します。ルソーは一般医師の下での契約を提唱し、個々人の自由と共同体の統一を両立させようとするのです。しかし、これらの思想もまた、ホップズが敷いた社会契約という枠組みの上に成り立っています。現代の憲法国家や法の支配の理念も、個人の自由と公共の安全のバランスという問題意識において、ホップズの問いかけに連なっていると言えます。リヴァイアさんの構成は、哲学的、政治的、宗教的テーマを4つの部分に分けて展開しています。第1部分人間では、感覚、思考、感情、欲求といった人間の本性について機械論的に分析します。ホップズは、心の作用も物質の運動に還元されるとする機械論的唯物論の立場をとっており、自由意志の存在を否定する傾向すら見せます。第2部分国家が社会契約と主権の理論を展開する革新であり、第3部分キリスト教の国家では、教会と国家の関係について論じ、宗教的権威が政治的権威に従属すべきだと主張します。第4部分闇の王国では、ローマ教会や迷信的な信仰が社会の混乱を招く原因であると批判し、理性に基づく宗教観を提示します。このように、ホップズの思想は政治にとどまらず、人間の知識や信仰のあり方全体に及んでいるのです。現代においても、ホップズの問題意識は失われていません。国際社会が無政府状態に近い構造を持っていることから、国家間の関係を自然状態とみなす国際政治論が存在します。現実主義の国際関係理論は、ホップズの思想に直接的な影響を受けています。国家が自国の安全を確保するために軍備を増強し、他国を常に警戒する状況は、まさに万人による万人への戦いと重なるのです。核の保有や情報戦、
経済制裁といった手段は、集団的自己保存のための戦略として機能しています。また、内戦やテロ、国家の崩壊が起こった地域、例えばアフリカや中東の一部では、実際の社会が自然状態に近い状況に陥っています。法が機能せず、武力が唯一の支配手段となる世界では、ホップズの警告が現実のものとして響きます。さらに、サイバー空間やデジタル社会における秩序の問題も、ホップズの理論と関連づけられます。インターネット上では、匿名性と自由が拡大される一方で、詐欺、中傷、サイバー攻撃といった無秩序な行為が横行します。これを防ぐためには、何らかの形での規制や中央的な管理機構、プラットフォーム運営者や国家による監視が必要になります。しかし、その規制が行き過ぎれば、自由が抑圧されるというジレンマが生じます。このバランスの取り方は、まさにホップズが提起した安全と自由のトレードオフと同じ構造を持っています。国家の力が強すぎれば自由が失われ、弱すぎれば安全が脅かされるのです。この根本的な緊張関係は、300年以上経った今も、政治の中心的な課題であり続けています。17世紀の英国は、宗教的葛藤と内戦の渦の中に置かれていました。政教と革命が起こりチャールズ一世が処刑され、その後英国は共和制時代を経験します。この混乱の時期を経て、政治哲学者トマス・ホップズは人間の本性と社会秩序の根本的条件を深く考察するようになりました。1651年、彼は人間が自然状態で経験する極限の不安と暴力性、そしてこれを克服するための強力な権力の必要性を主張する著作、リヴァイアサンを出版します。この書は現代政治哲学の基礎を築いた重要な著書であり、社会契約理論の出発点として評価されます。ホップズは自然状態を万人の万人に対する戦争として描き、人間が理性的に生存を保障されるために自発的に自由を放棄し、主権者に絶対的権力を委任すべきだと主張します。この契約を通じて誕生する政治的共同体を、彼はリヴァイアサンと命名します。聖書に登場する怪獣リヴァイアサンは巨大で制御できない存在ですが、同時に人間世界の秩序を守護する象徴として、ホップズはこれを国家のイメージとして比喩的に使用します。国家とは本来、人間の恐怖と自己保存本能から生じた人工的実態であり、ただ強力な中央権力だけが混乱と戦争の自然状態を防げるというのが彼の革新論旨です。ホップズの思考は当時のヨーロッパの宗教戦争、特に30年戦争の惨状を反映します。彼は人間が本能的に利己的であり、生存のための欲望と他人に対する競争心が常に衝突を引き起こすと見ます。自然状態では法がありません。したがって、正義と不正の区別も存在せず、すべての人間は暴力的な死の脅威の中で生きることになります。このような世界で人間が追求できる唯一の合理的選択は、すべての人が同意して一つの主権を創設することです。この主権は法を制定し解釈し、平和を維持し、外部の敵から防御する権限を持っています。彼はこの権力が君主制である必要はないが、必ず絶対的であるべきだと強調します。分権や立憲主義はむしろ権力を弱化させ、再び自然状態に回帰する危険を引き起こすというのです。したがって、リヴァイアさんは民主主義よりも絶対君主制に近い政治構造を擁護し、国家の安全が個人の自由より優先すると見ます。ホップズの社会契約理論は、その後ジョン・ロックとルソーの思想と比較され、より深く注目されます。しかし、ホップズと広大の契約論者たちの決定的な違いは、契約の目的と主権者の性格にあるのです。ロックは自然状態をホップズほど悲観的には見ません。彼によれば、自然状態でも人間は自然法に従って行動し、生命、自由、財産を保護されます。しかし、この法を執行する公正な機関がないため、人々が国家を形成すると主張します。ロックの契約は権力の委任ではなく、委任された権限の監視を可能にするものであり、政府が国民の権利を侵害すれば抵抗できる正当性があると見ます。一方、ホップズは抵抗を全面的に排除します。主権者がどんなに抑圧的でも、
自然状態への回帰はそれより悪いため、国民は絶対服従すべきだと主張します。この違いは1688年の名誉革命以後の英国政治とロックの思想が密接に連結されていることを示します。また、ジャック、ルソーは社会契約をすべての個人がすべてを共同体に捧げる形態として再定義します。この契約を通じて個人は利己的な欲望を超越した一般意思に従って行動し、真の自由を実現すると見ます。ルソーはホップズのように自然状態を危険な場所と見ないで、むしろ文明以前の人間がより純粋で平和だと主張します。社会の誕生と私有財産の出現が人間の堕落を引き起こしたというのが彼の主張です。このように、ルソーは国家を抑圧の道具と見る一方、ホップズは国家を生存の必須条件と見ます。この三思想家の違いは、単なる哲学的多様性を超えて、近代国家の正当性、市民の権利、権力の限界に対する根本的な質問を投げかけます。興味深く、ホップズの主権概念は現代の危機状況、特に伝染病や大規模社会不安で再び注目されます。公共の安全を保障するために政府が一時的に市民の自由を制限する措置を取るとき、その正当性の根拠としてホップズの論理はよく引用されます。しかし同時に、彼の絶対主義的思覚は人権侵害の危険と結びつき、批判も受けます。このように、リバイアサンは単なる歴史的文書ではなく、今日の政治的ジレンマを精察するのに持続的に貢献する思想的資産です。ホップズは人間の本性を理性と欲望の相互作用として分析します。彼は人間が本質的に平等だと見ます。この平等は身体的、知的能力の完全な同一性を意味するものではありませんが、最も弱いものでも協力や欺瞞を通じて最も強いものを殺せるという点で成立します。この平等性はむしろ葛藤の原因になります。なぜなら誰も他人を完全に支配できず、すべてが同じ目標、生存と安全を追求するからです。このような状況で人間は攻撃または防御を選択し、これは信頼の不在と結合されて相互間の恐怖を拡大させます。ホップズはこの恐怖を自然状態の根本感情と規定します。この感情は単なる恐怖を超えて、生活全体が不確実性と暴力にさらされた状態を意味します。この分析をもとに、ホップズは平和のために14の自然法を提示します。第1の自然法は、平和を追求し、これをために努力するということです。第2は、自分の生命を脅かしない限り、平和のために自由の一部を放棄する準備をすることです。この法は理性によって導出され、人間が生存を望むなら必ず従うべき道徳的原則です。しかし、自然法だけでは平和は維持されません。なぜなら、契約を破る者が利益を得ることができ、これを止める力がないからです。したがって、第三の力が必要です。その力がまさに主権者であり、その存在を通じて契約が強制されます。主権者は契約の当事者ではなく、市民たちが相互間に結んだ契約の結果として誕生する超越的実態です。主権者の権力は不可分であり、立法、司法、行政、戦争宣言など、すべての権限を集中的に行使できるべきです。ホップズは宗教的権威が政治権力と分離されるべきだと主張もします。彼は教会の権威が国家の上に置かれると、二重忠誠の問題が発生し、これは内戦と分裂を引き起こすと警告します。したがって、国王が教会の指導者役割を兼任すべきだと見、これを国教制の理論的基盤とします。この主張は当時の英国国教会の権威強化とも絡み合い、宗教が政治的安定を害しないように制御されるべきという現実的考慮が反映されたものです。リバイアサンの構造は思考の体系性を示します。前半部は人間の本性と思考過程を機械論的観点から説明し、後半部へ行くほど政治共同体の形成と機能、宗教と国家の関係に論旨を拡張します。ホップズは人間を一種の機械と見、欲望と嫌悪、期待と恐怖が人間行動を決定すると見ます。これはデカルトの哲学と時代的科学主張、特に機械論的世界観の影響を反映します。
この分析は人間が理性的に行動できるという前提を可能にし、社会契約が非合理的な衝動ではなく、理性の結果であることを強調します。また、ホップズは言語と名称の重要性に注目します。彼は意味の混乱が社会的葛藤の原因になると見、正確な定義と概念の使用が合理的政治秩序の基礎だと主張します。例えば、正義、自由、権利のような用語が文脈なしで使用されると、これは混乱と偽善を生むと警告します。したがって、リヴァイアサンは哲学的論証とともに概念の明晰化のために辞書間と性格も持っています。これは現代政治談論で用語の乱用が引き起こす誤解を未然に防止する試みとして読むことができます。現代政治理論でホップズはよく現実主義の先駆者として評価されます。彼は理想的な正義や道徳的完全性を追求するよりも、どうすれば戦争と混乱を避けることができるかに焦点を合わせます。国際政治での現実主義学派は、国家たちが根本的に利己的で、生存のために力を追求する点で、ホップズの思考と一脈相通じます。特に20世紀国際関係理論の巨匠ハンス・モルゲントラウは、ホップズの人間観を現代国際秩序分析の基礎としました。国家たちが主権を放棄できず、超国家的権力が存在しない国際社会は自然状態と類似しているという認識は、ホップズの思想が依然として有効であることを示します。結局、ホップズは国家の存在理由を単なる統治効率性に置かないのです。国家とは人間が自ら作った人工的魂であり、法はその神経系、官僚は間接、平和と秩序は生命を維持する条件です。この巨大な人工生命体はただ人間の合意と恐怖から生じ、その唯一の目的は生き残ることです。このように、リヴァイアサン派は単なる政治理論を超えて、人間存在の不安定性とその克服ための集団的選択を精察する哲学的思考の頂点です。17世紀の英国は、前例ない政治的混乱と社会的不安定の中に置かれていました。正教徒革命、チャールズ一世の処刑、保護政府時代を通じて王政復古に至るまで、政治構造は極人な陽動をしていました。このような歴史的背景の中で、哲学者トマス・ホップズは人間本性と権力の本質を根本から質問することになります。彼は社会と国家の存在理由を単なる慣習や伝統ではなく、人間の生存本能と理性的計算の産物として説明しようとしました。彼の思想は1651年出版されたリヴァイアサンに集大成され、この書は現代政治哲学の基礎を開く重要な転換点になります。ホップズはこの著書で自然状態という概念を提示しますが、これは国家や法が存在しない仮想的な原始的状況を意味します。彼は自然状態をすべての人間がすべての人間に対する戦争である状態として規定し、人間が本能的に平等であり、資源は限定的であり、信頼は不可能だと前提します。このような条件下で人間は持続的な脅威と恐怖の中で生きることになり、生命と財産はいつでも他人の暴力によって脅かされます。ホップズはこれが人間生活の本質的危険性をあらわにし、国家の誕生はこれを克服するための必然的選択であることを主張します。自然状態で人間は同等の能力を持つが、この同等性はむしろ葛藤の種になります。ホップズは人間が身体的、知的能力で大きな差がないため、誰も他人を完全に支配できないと見ます。これにより、誰かは自分がより強いと錯覚し、他の者は自分を防御すべきと考え、その結果相互への攻撃と防御の悪循環が始まるのです。ホップズはこれを事前防御の論理で説明します。つまり、誰かは私が彼を殺さなければ、彼が私を殺すだろうという恐怖に従って先制攻撃を敢行します。これは単なる野心や悪意ではなく、生存ための理性的判断の結果です。また、人間は自然状態で栄誉、権力、財産を追求し、このような欲望は葛藤をさらに進化させます。ホップズは人間の欲望が無限であり、満足しても新しい欲望がすぐ生まれると見ます。したがって、平和は一時的であり、戦争は常時です。自然状態は持続可能な社会的秩序を形成できず、
人間はこの状態を逃れるためにどんな形態の権威も受け入れざるを得ません。このような極端な状況認識がまさにホッブズ思想の出発点です。彼は人間が理性的に行動できるという信念を基盤として、自然状態の残酷さを克服するための唯一の道は、すべての個人が自発的に自分の自然権を放棄し、一つの絶対的権力を創出することだと主張します。これがまさに社会契約の本質です。契約は単なる約束ではなく、すべての構成員が一方的にそして無条件に権力を委任する行為です。その結果誕生する存在がリヴァイアサンです。この名前は聖書から由来した海の怪物で、その大きさと力で全てを支配する存在を象徴します。ホッブズは国家をこのように強大な力を持つ人工的存在として定義し、個人の生命と安全を保障するために必要な絶対権力がまさに国家の本質だと説明します。ホッブズの社会契約理論は、既存の政治秩序に対する根本的疑問から生じます。彼は権力の正当性と国家の起源を神聖建設、伝統、または階級構造から探しません。代わりに、彼はすべての政治的権威は人間の合意と理性的選択から生じると見ます。これはその時代の主流思想である神から権力が授けられるという主張に正面から挑戦するものでありました。ホッブズは国家の存在理由が神の意志ではなく、人間の必要性にあることを強調することで、政治的思考の出発点を神学から人間中心の理性に移します。彼の主張は、国家という巨大な人工的存在は自然状態の恐怖を避けようとする個人たちの合意で作られたと説明します。この契約は全てが全てに自分の自然権を放棄し、その権利を一人または集団に移譲するという内容を含んでいます。これによって生成された権力は絶対的であり、この権力に対する服従は生存ための必須条件になります。この契約の本質は合意による委任にあるのです。各個人は自分の自由と判断権限を放棄し、代わりにリヴァイアサンという国家を通じて共同体の平和と安全を得ます。重要な点は、この委任は取り返せないということです。ホッブズは国民が国家に反抗したり革命を正当化できないと断言します。なぜなら、国家の崩壊は再び自然状態への回帰を意味し、その結果は戦争と混乱、死の連続だからです。したがって、国家はたとえ抑圧的に見えるかもしれないが、それより悪いのは無政府状態だというのです。ホッブズはこれを悪中の最小という論理で説明します。絶対権力が不当に見えるかもしれないが、その権力がないと人間は誰も安全を保障できず、社会自体が維持できないのです。このような論理は17世紀英国の内戦経験から直接的に由来します。政教と革命とチャールズ一世の処刑以後、社会は混乱と不信で満ち、ホッブズはこの経験を通じて秩序のない自由がむしろ人間を破滅に導くことを実感します。彼は自由が無秩序と同義語になってはならないし、真の自由は法と秩序の中でだけ保障されると主張します。つまり、リヴァイアサンの強力な統治下で個人は生命を保存し、財産を守り、平和に生きられる自由を得ます。ホッブズによれば、法は国家が制定した命令であり、その命令に従うことが正義です。自然状態での自由は生存の脅威の中で無意味なものですが、国家の保護の中での自由は実質的であり価値あるものです。彼は自由とは制約がない状態ではなく、制約が秩序を通じて保障される状態だと定義します。また、ホッブズは宗教的葛藤が政治的不安定の主要原因だと見ます。当時の英国は宗派間の葛藤が極甚であり、教会と国家の権威が衝突する状況が持続しました。ホッブズは宗教的信念が個人の良心に属するが、国家の教義と政策に挑戦してはならないと強調します。リヴァイアさんは宗教的解釈の最終決定権を持つことができ、宗教が政治秩序を脅かす瞬間、国家がこれを制御すべきだと見ます。これは宗教の公的表現を国家の制御下に置くことを意味し、思想の自由は個人の内面に限定されることを明確にします。彼は信仰が強要できないと認めますが、宗教的活動が社会的安定を害すると国家がこれを禁止できると主張します。
これは宗教の自由を制限するとして批判もされますが、ホップズにとっては社会の統合と平和を守るための不可避な選択でした。ホップズのリヴァイアさんは単なる政治体制ではなく、人工的な巨大な人間として描かれます。この比喩は彼の思想で重要な象徴性を持っています。国家の各機関は人間の身体を構成する部分に対応します。例えば、法は神経に比喩され、管理と官僚は関節と筋肉に比喩され、市民は身体を構成する細胞に似ています。この比喩を通じて、ホップズは国家が有機的に働くべきであり、その安定性は各構成要素が役割を果たすことにあることを強調します。この構造で主権者は頭に対応し、すべての意思決定と命令がここから始まります。主権者の権力は分散できず、立法、司法、行政権力がすべて統合されるべきです。彼は三権分立を反対しますが、権力の分割は葛藤を引き起こし、国家の統一性を害すると見るからです。ホップズは主権者が個人になるかもしれないし、集団になるかもしれないと認めますが、彼は単一の主権者、つまり君主制を最も安定した形態として評価します。なぜなら、集団は内部葛藤と分裂の可能性があり、意見の不一致が政策の遅延や無効化を引き起こすかもしれないからです。一方、君主制は迅速な決定が可能であり、公共の利益と個人の利益がよりよく一致すると見ます。君主も人間だから誤りをするかもしれませんが、その誤りが集団の分裂よりは害が少ないと判断します。また、君主は自分の名声と権力を維持するために国民の福祉を考慮する動機がより大きいと見ます。ホップズはこの点で感情や道徳より理性的利己心を政治の基盤とします。つまり、リヴァイアさんは完全無欠である必要なく、ただ十分に強力で統一されているべきだということです。また、ホップズは法と正義の概念を国家の存在に従属させます。自然状態では法が存在せず、従って正義と不正という概念も意味がありません。なぜなら、正義とは法に従うことを意味し、法は国家が制定するからです。これは非常に挑戦的な主張です。例えば、国家が不当な命令を出しても、その命令は法だから市民は服従すべきです。ホップズはここで法の正当性より法の存在自体をより重要に見ます。法があることで人間は予測可能な生活を生きられ、暴力と混乱を避けることができるからです。彼は、法がないところには正義もないと断言し、法的秩序の存在が道徳的判断の前提になると見ます。これは広大啓蒙主義思想家が主張する自然法概念と正面から衝突します。ロックやルソーは人間に生まれながら権利があると見ますが、ホップズはそんな自然権が社会契約を通じて全て移譲され、新しい権利が国家を通じて付与されると見ます。このような哲学は現代国家の機能と構造を理解するのに依然として重要な示唆を提供します。今日私たちは国家が公共の秩序を維持し、個人の生命と財産を保護する機関として働くことを当然と考えます。しかし、ホップズはこの機能が決して自明ではなく、多くの歴史的衝突と社会的失敗を経た後に確立された貴重な成果であることを想起させます。国家が弱くなるか崩壊する瞬間、私たちは再び自然状態の恐怖に回帰できるという警告は、現代の内戦、テロ、政治的不安定を見るとき、依然として有効です。ホップズの思想は国家の強力さが時に自由を制限できるが、その強さがないと自由自体が消えるという哲学的基礎を提供します。ホップズの思想は広大政治理論に深い影響を与えましたが、同時に多くの批判と論争を引き起こしました。最も代表的な批判は、彼の絶対主義が個人の自由を過度に犠牲にする点です。ジョン・ロックはホップズの自然状態描写に同意しながらも、自然状態が必ず戦争状態である必要はないと反駁します。ロックは人間が自然法を理性で認識でき、自然権を保護するために国家を建てると見ます。しかし、彼は国民が国家が契約を違反する場合、つまり権力を乱用する場合革命の権利を持つと主張します。これはホップズの不可逆的契約と正反対の立場を取ります。同様にルソーは社会契約が抑圧の道具ではなく、
真の自由を実現する手段になるべきだと主張し、主権は国民全体に帰属されるべきだと見ます。それでも、ホップズの思想は現代政治学と国際関係理論で依然として中心的位置を占めます。特に現実主義国際政治理論は、ホップズの自然状態概念を国際社会に適用します。国家たちが上位権力なしに存在する国際体制はまるで自然状態と似ており、各国家は生存のために軍備を増強し、同盟を結び、相手国を疑うようになるというのです。この観点から冷戦構造、核抑止戦略、国家間信頼の限界はすべてホップズの思考枠の中で説明可能です。また、現代の弱化した国家や失敗国家が経験する暴力と無秩序も、リバイアサンが消えた社会の実態として理解できます。結局、ホップズは人間本性の暗い側面を直視することで、国家の必須性を論理的に証明しようとしました。彼は理想的な社会を夢見ず、代わりにより恐ろしい選択を追求しました。リバイアサンは完璧ではないが、その存在なしでは人間共同体が維持できないというのが彼の核心主張です。今日私たちが法と秩序、警察と司法システム、軍隊と行政機構を当然と考えるのは、ホップズが警告した無政府の恐怖を経験しないからではなく、彼が予言した混乱を防ぐために確立された体制の中で生きているからです。彼の哲学は単なる歴史的遺物ではなく、人間社会の根本的脆弱性と政治的権力の不可避な役割を絶えず反芻さ、セル思考の基礎です。17世紀の英国は、政治的な混乱と内戦の渦の中にありました。政教と革命を通じて王権と議会が激烈に衝突し、結局1649年にはチャールズ一世が処刑される極端的事件が発生しました。この時期を中心に社会の基礎が揺れ、法と秩序が崩れる状況が展開し、哲学者トマス・ホップズは人間の本性と政治的権威の正当性について根本的な質問を投げ、始めました。彼の主張、リバイアサン、1651年は、この混乱を解釈し、なぜ人間が強力な国家を必要とするかを論理的に説明しようとする、哲学的試みでした。ホップズは人間が本来社会的存在ではなく、利己的で生存に執着する存在だと前提しました。彼の思想は社会契約理論の基礎を築き、国家の起源を自然状態という概念から出発し、強制力を持つ主権者が登場すべきという結論につながりました。ホップズの思考は当時の科学的主張とも深い関連がありました。彼はデカルトの機械論的世界観と自然法則に対する関心を共有し、人間を一種の機械的存在としてみなし、人間行動を動力と衝動で説明しようとしました。この思覚は、リバイアサンの最初の部分人間で顕著です。彼は人間の思考を感覚の連続として説明し、感覚は外部対象が身体に加える物理的圧力の結果だと見ました。欲望と嫌悪、善と悪の概念は人間の内部で起こる移動の方向性から生じ、これは結局人間行動の全部を生物学的かつ物理的過程に還元しようとする試みでした。この機械論的人間観はその後社会と政治秩序を説明するのに革新的な役割をしました。もし人間が本質的に利己的で自分の生存を最優先とする存在なら、自然状態ではどうしても葛藤が不可避に発生するしかありません。自然状態という概念はホップズ思想の中心軸です。彼は自然状態をすべての人に対するすべての人の戦争として描きました。これは単なる比喩ではなく、人間がどんな政治的権威もなく生きる創造的条件を意味します。法がなく、財産の概念がなく、正義や不正が存在できない状態で、人間はただ自分の力と知能に依存して生きなければなりません。このような状況で人間は持続的な恐怖と不安に悩まされ、人生は孤独で貧しく、汚く、野蛮で短いという有名な文章でまとめられます。ここで重要な点は、ホップズが自然状態を歴史的事実として主張したのではなく、人間社会が国家以前に置かれなければならない論理的前提として設定した点です。この状態で人間は理性的に生存を継続できる条件を模索し、その結果社会契約が可能になります。社会契約はホップズ理論で自然状態を脱し、
安定的共同体を形成するための合理的選択です。契約の本質は各個人が自分の自然的自由と権利を放棄し、これを一つの共同的権威、つまり利売屋さんに移譲することです。この権威者は絶対的な主権を持ち、法を制定し解釈し、社会秩序を維持する責任を負います。重要な点は、この契約が2つの当事者間で行われるのではなく、すべての個人が互いに結ぶ約束という点です。つまり、私はこの人やこの集合体が私を代わりに行動できるように許可し、これに従って私の意思を彼の意思に服従させると宣言を通じて、各個人が自発的に主権者に権限を委任します。この契約は一方的なものではなく、すべての構成員が平等に参加する相互的合意の産物ですが、一旦成立した後には解除できません。ホップズは利売屋さんの象徴性を聖書から借りました。旧約聖書の呼ぶ記に登場する利売屋さんは巨大で荒く、制御できない怪物で、海の怪獣として人間世界を脅かす存在として描かれます。しかし、ホップズはこの名前を転覆し、人間の利己心と暴力を抑制できる巨大な政治的実態として再解釈しました。国家がまさにその利売屋さんであり、人間が自ら創造した人工的神だと見ました。これは人間が自然状態の恐怖を逃れるために自分自身で作り出した巨大な力であり、法と秩序を維持する唯一の手段です。主権者の権力は強大であり、宗教的解釈や議会、法廷など他の機関によって制限されてはならないのです。ホップズは混乱と内戦の教訓を反映し、分権や権力権勢がむしろ国家を弱化させ、再び自然状態に回帰できると警告しました。彼はまた宗教と政治の関係について非常に慎重に接近しました。17世紀の英国は宗教的葛藤が政治と密接に絡み合い、正教徒と正教会間の対立が社会を分裂させました。ホップズは宗教的信念が個人の良心に属するが、国家の平和を脅かすことができる教理や行動は主権者が制御すべきだと主張しました。彼は聖書を解釈する権限がただ主権者にあるべきだと見、教会が独立した権威を行使することを危険視しました。これは当時のカトリック教会や独立派正教徒のような勢力が政治に介入することで社会を不安定にしたという経験から生じた認識でした。したがって、利売屋さんは宗教的葛藤まで包括的に制御できる絶対的権威を持つべきでした。このように、ホップズの理論は政治的安定を最優先価値とし、自由より秩序、権利より生存を強調しました。ホップズの理論は広大政治思想に大きな影響を与えましたが、同時に多くの批判を受けました。ジョン・ロックは自然状態をホップズのように戦争状態と見ず、自然法が存在して人間が互いの権利をある程度尊重する状態として理解しました。ロックは主権者が契約を違反する場合国民が抵抗する権利があると主張し、ホップズの絶対主義を克服しようとしました。ルソーは社会契約を再構成し、共同善を追求する政治意志を強調し、個人の自立性と平等を中心に置きました。しかし、このような批判にも、ホップズは現代政治哲学の出発点として不可避的位置を占めています。彼が提起した質問、なぜ私たちは国家を必要とするのかは、今日でも依然として有効です。国家の正当性はどこから来るのか、私たちはなぜ法と権威を受け入れるのか、このような根本的な問いに対する最初の体系的回答を提供したのがまさに、ホップズの利売屋さんです。現代の国際政治でも、ホップズの思考方式は依然として有効に働いています。国家間の関係を見ると、自然状態と類似した様相が繰り返されます。国際社会には超国家的権力が存在しないため、各国家は自らの安全保障のために軍事力を保有し、外交的合意を通じて一時的安定を図ります。国連のような機構が存在しますが、強制力を行使する世界政府はありません。これはホップズが描いた自然状態と似ています。したがって、国家たちが互いに信頼しにくい状況で軍備競争や戦争の脅威は持続的に存在します。これはホップズの理論が単なる歴史的遺物ではなく、現実政治を分析するのに有用なフレームワークであることを示します。
また、現代社会の安全と法執行体系もホップズの主張と連結して考えられます。警察、司法部、軍隊のような制度はすべて個人の復旧権を国家が代わりに行使することで社会的暴力を制御しようとする試みです。例えば、誰かが殺害されたとき、被害者の家族が直接復旧する代わりに、国家が犯罪を調査し、法廷で裁判を進行し、刑罰を執行する構造は、ホップズが創造した契約の実現形態と言えます。この過程で個人は直接的権力を放棄しますが、その代価により安定し予測可能な生活を得ます。これは単なる制度的便宜ではなく、人間本性の暗い側面を認め、それに対応する哲学的選択の結果です。ホップズの思想はまた今日のデジタル社会とサイバー空間でも意味を持ちます。インターネット初期は自由と開放性の空間と考えられましたが、時間が経つとサイバー犯罪、偽ニュース、匿名性を悪用した憎悪発言などが蔓延しました。これは一種のデジタル自然状態と見ることができます。誰も責任を負わず、規則が曖昧で、強者が弱者を抑圧する構造が形成されながら、ユーザーは安全と信頼を失います。これに従って各国政府はサイバー空間に対する規制を強化し、プラットフォーム企業は独自にコンテンツ検閲とユーザー審査を実行しています。これはリバイアサン的解決策、つまり人工的な秩序体系を通じて混乱を抑制しようとする試みとして解釈できます。しかし同時に、過度の制御が表現の自由を侵害できるという憂慮も存在します。ホップズの理論はここでも重要な質問を投げかけます。私たちはどのレベルの制御を感受する用意があるのか、安全と自由の間で私たちはどんな均衡を選択するのか。このように、ホップズの思想は単なる17世紀哲学の産物ではなく、人間社会の本質的な問題を探求するのに今日まで有効な分析道具です。彼は人間の利己心と葛藤可能性を直視し、これを克服するために人為的な政治秩序が必須であることを力説しました。国家が完璧である必要はありません。むしろ、ホップズはリバイアさんも人間の産物だから欠陥があるかもしれないことを認めます。しかし、その欠陥のある存在でも、自然状態よりは良い選択であるというのが彼の主張です。混乱と戦争よりは抑圧的な秩序がいいという、冷酷ながらも現実的判断です。これは私たちが現在享受している平和と法治が決して当然なものではなく、持続的な政治的合意と制度的努力が必要であることを想起させます。結局、ホップズは国家の存在を正当化するよりも、国家という制度がなぜ不可避であるかを説明しようとしました。社会契約は理想的な合意ではなく、生存ための最小限の妥協です。私たちは自由を放棄し、主権者に服従することで、ようやく人間らしい生活を営むことができる条件を得ます。この思考は私たちが法と権威をただ不便な制約と見るのではなく、共同体の存続を可能にする基盤として理解するように導きます。ホップズのリバイアさんは恐ろしい存在かもしれないが、その恐怖がむしろ私たちを保護する矛盾的な役割を遂行する点で、現代政治の本質を鋭く照らしています。原文の核心項目と原文の要約に記載されている重要な内容は、生成された台本においてすでに十分にカバーされています。特に、ホップズの思想の核心である自然状態、万人の万人に対する戦い、社会契約、リバイアさんとしての国家、絶対的主権、自由と安全のトレードオフ、自然法、法と権威の関係、機械論的世界観、宗教と政治、現代への適用、国際関係、サイバー空間といった概念や論点は、生成された台本の中で詳細に説明されています。また、原文の核心項目に挙げられた事例や人物についても、チャールズ一世の処刑や正教徒革命といった歴史的背景、ロックやルソーとの比較、デカルトの影響、国際関係理論への影響などが、生成台本の複数の箇所で自然に組み込まれています。重複を避け、新しい情報やより詳細な情報のみを追加するというガイドラインに従って評価すると、原文の革新的な内容が生成された台本で欠落している部分は見当たりません。生成された台本は原文の内容を整理し、
明確に伝えることに成功しています。シューペメントノトニーディット。